こんにちは。自ら発毛の毛髪診断士、阿部です。髪のために毛細血管を守れ。今回は血管にダメージを与える悪玉アミノ酸を無害化するのに必要な3つの栄養素と、それを一度に摂れる手軽な家庭料理を作ってご紹介します。皆さんの毛細血管を守るために、今日私はキッチンに立って一品作ってみました。このチャンネルでは薄毛改善のために血流とリンパの流れを改善して循環力を高めることが大事ですよという話を繰り返ししてきていますが、実際にスカルプ D で有名なアンファーとウィメンズフェルスクリニックの共同研究では、薄毛と診断された女性はそうでない女性に比べて側頭部の動脈と頭頂部の細動脈の血流量が少ないことが証明されているんです。つまり血流改善が薄毛改善の鍵を握っているということが徐々に明らかになってきているんです。そこで今日は薬や特定のサプリメントではなく、血管をダメージから守る働きがあることが科学的に証明されている3つの栄養素と、それを同時に摂れる一皿をご紹介します。ぜひ参考になさってください。まずは血管をダメージから守る働きがある栄養素を3つ解説します。こちらの動画でも少しだけ触れましたが、血管にダメージを与える原因物質としてホモシステインがあります。このホモシステインは特定の食べ物に含まれているわけではなくて、髪に必要な必須アミノ酸のメチオニンが体内で代謝される際に発生する悪玉のアミノ酸になります。血液中にこのホモシステインが増加しすぎると、動脈硬化や毛細血管の内皮細胞にダメージを与えてゴースト血管になりやすくなります。つまり薄毛抜け毛の原因になります。実はこのスーパースカルプ発毛センターが行っている AGA 遺伝子検査では AGA の発症リスクだけでなく、このように血流リスクを診断する項目もあります。この検査ではホモシステインを分解するメチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素 MTHFR という酵素のタイプを遺伝子検査で調べることによって、血管がダメージを受けやすい体質かどうか、つまり血流リスクを判定します。ただしこの酵素は遺伝によるものなのでどうすることもできないんです。そこで重要なのが栄養素によってホモシステインをできるだけ無害化することです。つまりバランスの良い食事をとって血管リスクを下げることが重要になります。このホモシステインを無毒化するためには葉酸、ビタミン B6、ビタミン B12、この3つの栄養素が必要になります。重要なのでもう一度言います。葉酸、ビタミン B6、ビタミン B12 です。これら3つの栄養素が不足すると血液中のホモシステイン量が増加して動脈硬化やゴースト血管の原因になることが分かっているんです。はい、難しい話はこれぐらいにして、ここからはクッキングタイムです。エプロン姿の阿部さんにはちょっとまだ引っ込んでもらっていて、まず葉酸、ビタミン B6、ビタミン12、これがそれぞれ多く含まれている食品を選んでみましょう。葉酸が豊富な食品はブロッコリーです。ブロッコリーは 100g 中に葉酸が120マイクログラム含まれていて、1日に必要な葉酸の3分の1を摂ることができます。さらにビタミン C が豊富な点も育毛や美容に嬉しいポイントです。次にビタミン B6 が豊富な食材ですが、なんといってもニンニクです。ニンニクに含まれるアリシンは抗酸化作用が強いので、酸化ダメージにめっぽう弱い毛包幹細胞を守るためにもニンニクは積極的に摂りたい食品になります。ブロッコリー、ニンニクときまして、そしてビタミン B12 が豊富な食材はアサリを選んでみました。アサリは貝類の中でもビタミン B12 の含有量はトップクラスです。他にも栄養の代謝に必要なマグネシウムやナイアシンも豊富なので、普段あまりアサリは食べないよっていう方はぜひ意識して食べてほしい食材になります。ブロッコリー、ニンニク、アサリ、この3つの食品を作って何を作りましょうか。お、料理モードの人出てきましたね。そうですね。水に溶けやすい葉酸やビタミン B12 を、これを余すことなく食べられる料理がいいですよね。それでは実際にやってみましょう。レッツクッキング。まずはアサリの砂抜きを行います。平らな容器にアサリがちょうど隠れるぐらいの水を入れて 3% の塩を入れます。そこにアサリを入れてアルミホイルなんかかぶしてあげると暗くなりますね。暗くなるとアサリはよく砂を吐いてくれます。
砂抜きは2時間から3時間ほど行うと完全に砂を吐いてくれると思います。はじめにニンニクをみじん切りにしていきます。ニンニク刻むのは難しいですよね。なるべく細かくしたら完成です。オリーブオイルをフライパンに入れまして、ニンニクを炒めていきます。ちょっとニンニクの香りが強くなったところで、アサリを投入します。すぐにブロッコリーも入れて OK です。そしてこれは鷹の爪です。唐辛子ですね。入れすぎると辛くなるので気をつけてください。次、日本酒を、大さじ3杯、料理酒ですね。これを入れていきます。なじませたら蓋をして4分ほど蒸し焼きにしていきます。火は中火で OK です。4分経ちましたらブロッコリーの芯の柔らかさを確認します。私は1個食べてみましたね。はい、今食べました。美味しかったそうです。大丈夫ですね。ここで完成かなというふうに思ったんですが、ちょっと端の貝を見たら開いてないんですね。開いてないのは食べられないんで、もうちょっと煮汁に沈めて、また蓋をして、ちょっと強火にして、また1分弱ぐらいですね。また蒸し焼きにしました。で、貝が全部開いたのを確認しまして、ここは醤油ですね。醤油を垂らして完成です。ちょっとこれで入れすぎましたね。ちょっとしょっぱくなっちゃったので、好みによって醤油の量を調整してください。完成して、はい、盛り付けです。ちょっとなんか皿が小さい気がしますが、ブロッコリーが落ちてしまいました。ちょっとですね、皿がちょっとちっちゃかったですね。てか作りすぎたんですね。ちょっとはい、こぼれてしまいました。皆さんこうならないように気をつけてください。2皿分できましたね。すごく美味しいおつまみができました。もちろんご飯のおかずにもなります。それで煮汁に葉酸やビタミン B6、ビタミン B12 が溶け出ているので、スープもですね、これすごく美味しいので、飲み干すようにしてほしいんですね。はい。ぜひ、これ作ってみてください。いかがでしたでしょうか？今回は血管をダメージから守る3つの栄養素、葉酸、ビタミン B6、ビタミン B12、これを一度に取れる一皿をご紹介しました。この動画が参考になったという方は、高評価、コメント、チャンネル登録、通知をオンにして、次回の動画もぜひご覧ください。それでは今後も薄毛治療一緒に頑張っていきましょう。